こんにちは。今日は人生後半の戦略書、ハーバード大教授が教える人生とキャリアを再構築する方法という本を紹介します。この本は人生の後半に差し掛かる人々がどのようにして新たなキャリアや人生の方向性を見つけ、再び輝くための戦略を提案する内容になっています。ハーバード大学の教授がキャリアと人生の両方を見つめ直し、再構築するための実践的な方法を教えてくれる一冊です。これからの人生に対する新たな視点やヒントが欲しい人には非常に役立つ本となっています。まず、この本の大きなテーマとして人生の後半戦という視点が強調されています。多くの人が40代や50代に差し掛かると、これまでのキャリアや生活に対して満足感と同時に漠然とした不安や疑問を感じることがあります。これで本当に良かったのか？まだ何か新しいことに挑戦できるのか？といった悩みを抱える人も多いでしょう。人生の後半に突入すると、これまでとは違った価値観や目標が浮かび上がってくるものです。本書は、そうした不安や疑問を解消し、新たな可能性を見つけるための戦略書としての役割を果たします。著者は、キャリアの成功だけでなく、個人の満足感や自己成長をも追求することが重要だと述べています。これまでの人生の歩みを振り返りつつ、これからの人生をどのように豊かに過ごすか、そのための指針が具体的に示されています。本書の大きな特徴の一つが、単に理論を述べるのではなく、実践的なアプローチが数多く紹介されていることです。人生後半の戦略を立てるために、まず自分自身を知ることが重要だと、著者は説きます。これまでの経験やスキル、興味を振り返り、自分が何を得意とし、何に情熱を持っているのかを再確認することから始めるべきだとしています。特に、これまで築き上げたものに対して、自信を持ちながらも、新たな挑戦に対する柔軟な姿勢を持つことが求められます。一方で、著者は自分を再発見する過程において、失敗や過去の挫折も重要な要素だと強調しています。失敗や挫折は、人生の中で何を本当に大切にしているのかを見極めるための、貴重な学びの機会だと言います。過去の経験を振り返ることで、自分にとっての本当の価値や目標を再認識し、それを今後の人生の指針にすることができるのです。次に注目したいのは、この本が示す再構築のプロセスです。著者は人生やキャリアの再構築において4つのステップを提案しています。自己理解、自分のこれまでのキャリア、スキル、価値観を振り返り、自己理解を深める、自分がどこに強みを持ち、何に情熱を感じるのかを明確にする、ビジョン設定。次に、これからの人生で何を達成したいのか、そのビジョンを具体的に描く。キャリアだけでなく、家族や趣味、健康、社会貢献といった要素も含めて、自分にとっての理想の未来像を作り上げる。プランニング。設定したビジョンに基づき、具体的な行動計画を立てる。短期的な目標から長期的な目標まで達成可能なステップを作成し、少しずつ実行に移していく。実践とフィードバック。最後に、計画に基づいて行動し、その結果を定期的にフィードバックしながら調整していく。新たな挑戦には不安も伴うが、柔軟に対応し、適応していくことが大切だと説かれています。これらのステップを踏むことで、漠然とした不安や迷いから抜け出し、自信を持って新たな人生を歩むことができるようになるのです。著者が強調しているもう一つのポイントは、学び続ける姿勢です。人生後半においても、新しいことを学び続けることが、豊かで充実した人生を築くための鍵となります。学びは若い世代だけのものではなく、特に年齢を重ねるごとに、新しい知識やスキルを得ることで、自分の可能性を広げていくことができるのです。本書では、具体的にどのような分野で学びを深めるべきか、そして、その学びがどのようにキャリアや人生に良い影響を与えるかについても、詳しく解説されています。視聴者の皆さんも、これまでの経験に新しい知識を加えることで、さらに可能性を広げ、人生の後半戦を輝かせることができるでしょう。そして、もう一つ忘れてはならないのが、人とのつながりです。人生後半の成功や幸福感を高めるためには、他者とのつながりが非常に重要だと述べられています。キャリアや仕事だけに集中するのではなく、家族や友人、同僚など、周囲の人々との関係を深めることが、人生の質を高める大きな要素であることが、本書で強調されています。特に人間関係は人生における大きな支えであり、新しいキャリアや挑戦にも欠かせないサポートを提供してくれることが多いのです。著者は人脈を築きながら、新しい可能性を模索し、他者との協力を通じて自分の目標を達成する力を高める方法についても、具体的にアドバイスしています。後半部分、1500文字。さて、ここからは人生後半の戦略書のもう一歩深い内容についてお話ししていきます。この本では、特に変化への対応力が人生後半の成功において非常に重要な要素であると強調されています。人生の中で大きな変化は避けられません。
年齢を重ねると、仕事や家族、健康においても予想しなかった変化に直面することが多くなります。著者は、こうした変化に柔軟に対応する能力を、アダプタビリティ適応力と呼び、それを鍛えることが、成功と幸福への鍵だとしています。適応力を高めるための第一歩として、著者が提案するのが、固定観念からの脱却です。年齢とともに私たちは、これまでの成功体験や経験に基づいて、強固な考え方や行動パターンを築き上げてしまいます。これ自体は必ずしも悪いことではないのですが、新しい環境や挑戦に対して柔軟に対応するためには、これらの固定観念を一度リセットし、新たな視点を取り入れることが必要です。例えば、仕事のやり方や人間関係の築き方、さらには自己管理の方法など、すでに慣れ親しんだ方法から抜け出して、新しいアイデアや方法論を取り入れることが大切です。著者は、過去の成功は必ずしも未来の成功を約束しないというメッセージを強調し、今こそ新しいスキルや考え方を学び、これからの人生をさらに豊かにするための準備を進めるべきだと述べています。次に、この本が提案するもう一つの重要な概念がバランスです。人生の後半を強く、そして豊かに生きるためには、キャリアや成功だけに固執するのではなく、人生全体のバランスを取ることが重要だとされています。著者は、仕事やキャリアだけではなく、家族、健康、趣味、そして社会貢献など、人生のあらゆる側面をバランスよく発展させることが、真の充実感と幸福感を得るための秘訣だと述べています。例えば、キャリアに全力を注ぎすぎることで、家族との時間や健康を犠牲にしてしまうケースは、よく見られます。しかし、長期的に見たとき、家族や健康がおろそかになると、どれほど成功しても満たされない気持ちに陥ることが多いのです。この本では、キャリアの成功と同時に、家族や健康にもしっかりと時間を割き、バランスの取れた生活を送ることで、全体としての満足感を得ることができると説明されています。特に健康については、人生後半において、特に重要視されています。著者は、精神的な健康だけでなく、肉体的な健康も豊かで充実した人生を送るための基盤であると述べています。適切な運動習慣や食生活の見直し、そして定期的な休息を取ることの重要性が強調されています。健康を維持することで、より長く、そして活力に満ちた人生を送ることができるのです。また、この本の中で、社会貢献や他者とのつながりにも大きな焦点が当てられています。特に人生後半においては、他者に対して何かを与えることが、自分自身の成長や満足感につながると述べられています。例えば、ボランティア活動やメンタリング指導など、他者に対して支援や助言を行うことで、自分の人生の意義を感じることができ、さらに自分のスキルや知識も深まります。ここで大切なのは、他者とどう関わるかという視点です。単に与えるだけではなく、互いに学び合い、支え合う関係を築くことが、人生の後半においても、充実感を高める鍵となります。著者は、コミュニティの中での役割についても言及しており、自分がどのようにコミュニティや社会に貢献できるのかを見つけることが、長期的な幸福感を得るために重要であると述べています。最後に、著者は人生の後半こそが本当の成長の場であると力強く語っています。多くの人が年齢を重ねるにつれて新しいことに挑戦することや自分を成長させることに対して消極的になってしまいがちです。しかし、著者は人生の後半こそがこれまでの経験やスキルを活かしてさらなる成長を遂げる絶好の機会であると強調しています。新しいことに挑戦することで再び自分を刺激し成長させる機会を得ることができます。著者は年齢を重ねてもなお初心者の心を持ち続けることが人生を豊かにし常に新しい発見や喜びを得るための秘訣であると述べています。このように人生後半の戦略書は年齢を重ねたからこそ得られる新たな視点や可能性について教えてくれます。キャリア、健康、他者とのつながり、学びのすべてをバランスよく発展させることで、人生後半をさらに豊かで充実したものにすることができるのです。視聴者の皆さんも、ぜひこの本を手に取って、これからの人生をどう再構築し、さらに豊かにしていくかのヒントを得てみてください。下のリンクから本を購入できますので、ぜひチェックしてみてください。それでは、次回の動画もお楽しみに。